はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミです。はい、今回のレビューは、ツイスチュラベータ 1DD モデルです。なんだかすごく存在感のあるモデルだね。見た目からしてただものじゃない感じがするよ。そうだね。過去にツイスチュラのモデルは D メジャーと D マイナーをレビューしている。どちらも 1DD モデルでチューニングノズルがついててコスパのいいモデルだった。あ、そうだったね。このベータにもチューニングノズルがついてるね。最大の特徴はプレーナーガラス複合振動板を採用していることなんでしょ？そうね。ガラスの振動板って珍しいよね。どんな音なのかは後で触れるとして、ミミーちゃん、ベータの価格は？だいたい19,000円前後。ツイスチュラのフラッグシップ級モデルなんだね。筐体の素材は航空宇宙グレードのアルミニウム合金を5軸 CNC 加工で削り出してる。この流れるようなライン、とっても美しいです。耳の形をスキャンしたデータに基づいて設計されているそうで、装着感も無重力に近いほど快適みたいですね。無重力っていうのはちょっとオーバーだけど、アルミ合金で片側実測 7.9g だから重さはあまり感じないね。ただ数値的にはこのぐらいのモデル結構あるんだけど、ちょっと厚みを感じたかな。 11mm の DD の影響もあるのかもね。私はどんなイヤホンでも耳が勝手に合わせてくれるからいいけど、そうね、確かにちょっと厚みは感じるね。ケーブルは高純度の無酸素銅を使用していて、プラグが交換式になっています。プラグを差し込みロックリングを締めるタイプなんで外れる心配はないね。交換式プラグは嬉しい仕様だ。ベータはミクロン単位のガラス層を柔軟な素材サラウンドで保持する複合構造なんだ。柔軟な素材サラウンドは振動板の端にある柔らかい縁エッジのことね。ガラスのセンタードームをピストンのように前後に動かすサスペンションの役割を担ってる。このガラス層とサラウンド、性質の異なる素材を接着剤などで強引に貼り合わせるのではなく、高度な接合技術を用いて境目なく一体化させているってことだわ。さらに 11mm の大型ダイナミックドライバーを搭載していて、デュアル磁気回路とデュアルキャビティ構造を採用している。ベータのチューニングノズルはどんな変化になるのかな？波形見てみようよ。そうね。標準のシルバーに対しゴールドとブラックは中高域以上を盛る感じ。ブラックノズルは標準より抑制方向になるのかと思っていたのでちょっと意外。ファーストインプレッションは開封時に装着されているシルバーノズルだったけど、私はこのバランスで十分って感じだった。さて今回のサウンドチェックですが、結構迷ったんだけど、まずはタンジジムコーラ。サファイアガラスの美しさが際立つタンジジムの上位モデル。10mm の DLC ドームと PU 複合素材により極めて低歪みで端正な音を聞かせてくれる。ベータと大きさが結構違ってコーラは小型だね。フェイスプレートにサファイアガラスを使用しているところがガラスつながりってちょっと強引だったかな。いや、これは比較してみたい必須モデルだから OK だよ。もう一つは最近発売されたカファインクリーン SV。1万円以下という価格で最新の第2世代 DLC ドライバーを搭載。エネルギッシュでキレのある音がこのクラスで結構注目されてる。ベータのガラスに対し DLC を搭載した2機種との比較になります。どちらも高高度な振動板を採用した 1DD の限界に挑むモデルたちです。当初はガラス振動板の比較も面白いと思ってシブがチュエ UTG も候補に挙げてたんだけど、以前チュエ UTG とコーラは比較したことがあるんで却下。今回の比較3モデルはチューニングノズルが付属しているのが共通点なんだ。あ、そういえばそうだったね。でも今回は標準ノズルで統一するのかな？そうだね、そうしよう。音調整の基準はベータにしてあるよ。オッケー。じゃあそれぞれの個性がぶつかり合うサウンドでも聞いてみよう。ボリューム上がるよ。
チェック、どうだったかな？私は結構違いが分かったかも。愛は分かった？うん、分かったわ。ベータを音調整の基準にしてるじゃない？だから、フォーラもクリーンも2キロあたりの出方が細めに感じたわね。で、逆にその上の5キロ過ぎがよく出ているフォーラは、繊細でクール、暖色系に感じたわ。比較モデルとして登場する場合は、ケーブルとイヤーチップをレビューモデルと同条件にするんだけど、フォーラの場合、やっぱりフォーラのケーブルとイヤーチップも TAPB にして主張した方がしっくりきたわ。そっかー、小さな違いによく気づいたね。あと、ノズル T に変更して、中高域を抑え、低域が少し目立つようにしたのが愛のベストね。なるほど。一方クリーンはフォーラに比べると高域をやや抑えて、この比較では若干低域寄りな感じだったかな。その代わり波形の通り10キロ以上に大きめなピークがある。この帯域がたくさん含まれている曲じゃないと大きな違いは分かりづらいと思うけどね。だいたいそんな感じだったね。各モデル、チューニングノズルで音のバリエーションはあるから、比較モデル詳細は過去のレビュー動画も参考にしてもらえればと思う。比較モデルとベータ実機を聞き比べた印象は、低域の量感は程よく、それでいてアタックがしっかりしてる。ベースから受ける印象も同様。中域は比較モデルと同じような感じで、さほど抑えてないのも好印象。中高域は特徴的で 2.5 キロ、4キロあたりに2つのピークがあるので、ボーカル、メロディー系はかなり前に出てくる。ボーカル向きって感じかな？うん、そう思う。こういうチューニングって最近ちょっと苦手意識を持っていたんだけど、ベータは聴いててすごく印象良かった。8キロ付近の音域は普通かやや抑えた感じ。シンバル系はうるさくないけど存在感あり。このピークより 2.5 キロあたりの方が出ている時点で中高域中心のチューニングっていうのがよくわかる。チューニングノズルも中高域中心にさらに盛るようになっているんで、ここはお好み次第だね。そうですね。その分10キロ以降を抑えて調整しているんでしょうか？うん、そう見える。ところで、なんでガラス振動板を採用したんだろうね。それはガラス特有の低い音響減衰特性を活かせるから。低い音響減衰特性とは簡単に言うと、音が鳴り終わった後どれだけ素早くピタッと振動が止まるかという性質のこと。硬質なのに余計な振動がすぐに収まるという相反するような不思議な特性を持っている特殊な極薄ガラスなので、音の立ち上がりが鋭くなるハイスピード、音が濁らないクリアな分離感、歪みが極限まで抑えられるというメリットがある。この特性のおかげか、力強さと音の厚みとスッキリ感が混在している感じが良かった。減衰が速くて音が混ざらないって大事なんですね。愛にもこの感じ分かりましたよ。その分空間に余裕もできるんだろうけど、サウンドステージは広かった？まあ広いけど、それより音の鮮明さに気を取られちゃったかも。ツイスチュラってやっぱりいいわーって思ったよ。ええ、愛も同感です。革新的な素材と確かな技術が詰まったまさに意欲作という感じがします。力強さと緻密な改造感、そして感情豊かな中高域を両立している素敵なモデルです。はい、ということでツイスチュラベータのレビューでした。じゃあまた次の動画で会おうね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。